交流会ですね、アミルタラージステファンさんをお招きしてですね、インドからですね、日印原子力協定反対と福島を結んでというテーマで、囲むつどいということで始めさせていただきます。私、今日主催のですね、コアネット、戦略ODAと原発輸出に反対する市民アクションの事務局の浦地と申します。今回のプログラムに書いてますが、集会についてはですね、日印原子力協定国会承認反対キャンペーンの賛同協力もいただいております。それは最初に断っております。ですね、細かい話はまた後でなんですけれども、簡単に申し上げますと、このコアネットはですね、国会承認反対キャンペーンのですね、一翼としてですね、この半年ほど日印原子力協定の国会承認反対する運動を続けてまいりました。それで、いろんな活動をしてきました。国会中心にですね、原発ゼロの会と連携しながらですね、院内集会であるとか、さまざまな抗議行動を取り行ってきました。その結果、一定の成果はあったわけですけれども、最終的に7月20日にですね、日印原子力協定については締結発効という結果になったわけです。しかしながらご存知のように、協定というのは枠組みを作っただけですから、今後、インドに対するですね、原発輸出、あるいは原子力技術協力というものが行われていく可能性があるということで、それを阻止していく戦いというのは、むしろこれから始まるということになってきます。ですので、我々としてはですね、この戦いをどう進めていくかということで、議論を進めつつ、準備も進めつつということなんですけれども、その中でですね、インドとの連帯関係をやはり再度強めていこうということが話になりましてですね、さまざまな経緯があった中で、今回ステファンさんに来日をいただいたということになっております。で、その中でいろんな新しい課題も出てきているんですけれども、それについては後ほど取材に同行された方も含めてですね、お話をいただきたいと思います。ということでですね、今日は2時間ほどですけれども、さまざまご質問を出していただいてですね、インドの現実、あるいは福島の現状というものについて理解を深めて、今後の連帯関係を作っていくかということを議論していけたらと思います。ということでですね、まずプログラムに一応沿ってですね、いますが、締結発行ということと、あと来日の経緯ですね、についてですね、主にステファンさんの方とやり取りをしていただきました、コアネット代表の遠山の方から簡単にお話をいただきます。こんばんは、コアネットの遠山と申します。今回ステファンさんの、来日の、アテンドといいますか、携わりましたので、本来であればですね、もう少し早くにこの来日を明らかにして、取り組みを広げたかったわけですけれども、何せ福永先生通じてさまざまな方に来日を打診をしてきたんですけれども、諸般の利用でいろいろと触りがあってですね、結局最終的に、絞り込みといいますか、ステファンさんに絞り込んでこの時期に来日していただくということで、日印の日印協定の国会承認の、直後のですね、このキャンペーンをするための一つの取り組みとしてですね、その人物として、彼にというのが決まったのはもう6月のそうですね、末でした。彼の航空券を抑えたのは6月30日です。でそこから、本格的にもう2、3日のうちですか、もうバタバタっとビザの取得の手続きに入りましてですね、で最終的に7月の14日だと思いますけれども、彼がビザを手にするということになって、さあそこから彼が来ますよということを皆さんに周知をするということで、本当にもう宣伝期間が全くないような状況の中での取り組みになって、こういう集会をですね、本当にもう少し大きく広げたかったんですけれども、まだまだ課題を残したかなというふうに思います。ただ彼が今回来日をされました
大きな目的としてですね、7月の、30日に、東京の方でですね、大きな取り組みがありました。で、これは働く仲間の全国平和と民主主義を目指すその全国交換会というのがありまして、その一つのパートとして、この、原発輸出反対の国際シンポジウムというのが取り組まれてきたわけですけれども、第4回を迎えます。この取り組みについてですね、ゲストとしてまず出演していただくというふうなことで、彼をお招きすることができたということでした。そこには数十名の方がご参加いただきましたし、全体会場は400名ぐらいの方が参加をされましたので、彼のアピールは十分、聞いていただいたのではないかなというふうに思っております。で、そこからですね、7月31日に、もう一人私と一緒に井上さんという人と、それから福永先生途中から福島から合流されましたけれども、福島の方に赴きまして、彼がやはり去年の3月にノーミックスフォーラムの中で取材をしてさまざまな福島の写真を撮るためできたわけですけれども、その写真を撮ったところと同じところにですね行って、その変化の状況を記録をしたいというふうなご希望がありましたので、一緒にツアーをですね組んでいくということで、実は昨日の夜福島から戻ってまいりました。それはまた後で彼から報告があると思います。今日のテーマのこの日印原子力協定反対と福島を結んでというテーマはこの週間のためのテーマです。ですから今日皆さんがご覧になる写真はですね、おそらく彼が現地で撮った写真が出てくると思いますし、本当に意味のある集会になるかと思います。で、この後ですね、北原さんは、7日の日に、一応成田から帰国をされます。ですからこの集会が日本での最後の集会ということになりますので、ぜひとも彼のですね取ったこの活動した成果をですね、皆さん確認をしていただいて、ゆっくりと交流していただきたいなというふうに考えております。本当に宣伝期間は短くてご迷惑をかけましたけれども、次回からですね本当にもう少し時間をかけてきちんと、取り組みを作りたいなと。でもっともっと多くの団体にもですね、参加をしていただいてというふうな、ステップが取れればいいかなというふうに考えております。以上です。ありがとうございます。そうなんですけれども、ステファンさんですね、自ら撮影された写真をですね使いながら、インドの現実あるいは福島で取材をした結果報告をいただきたいと思います。ステファンさんにもお話しいただきますが、通訳は今日通訳をお願いしていますのは編集気象情報誌のケイトリン・ストローケスさんです。Good evening. Good evening. Thanks for inviting me. You're welcome. Thank you. I would like to talk about a little introduction about myself and about our nuclear struggle and what our government plans to do, and will show some of my photos from Kurandula and Fukushima. 皆さんこんばんは、お招きいただきありがとうございます。今日は、インドでの、反原発運動と、私たちの政府がこれから何をやろうとしていること、それと最後に福島のこともお話ししたいと思います。So, I am a documentary photographer from Tamil Nadu in India, and my relationship with the nuclear power plant started very early because my dad worked with the Atomic Energy Department of India. で、私はインドのタミルナド南の方の州なんですけれどもの出身で、私は、ドキュメンタリー、写真家という仕事をしています。で、私は、私の仕事と原発はとても早い時期から関係ありまして、実は私の父親が原発で
原発というか政府側の、管理のところに仕事していました。So all my life I believed that nuclear is future, and that is how it was like the propaganda was done among us. Because most of our friends, fathers were scientists, and everyone said India for energy independence we need nuclear. で私は昔からそのニュークリアプロパガンダに信じておりまして、私の父親もそうだし、友達のお父さんたちもみんな科学者で、インドの将来はやっぱり原発だっていうふうに思ってましたし、そういうふうに育ってられました。And my country had a huge ambitions of becoming a superpower, and my country believed that by having nuclear power plants and nuclear weapons we can become a superpower. 私の国は、やっぱりスーパーパワーになりたいという希望という強い思いがありまして、原発と核兵器を持っていれば私たちもスーパーパワーになるというふうに信じていました。So from 1960s they started to pursue the nuclear industry very aggressively. 1960年代からインドは、やっぱりとても活発的に積極的に、原発などそういうニュークリア関係のものを、取り組んでいました。And as of now, we have like 22 nuclear reactors in 8 facilities. 今現在はインドでは8カ所で22基の原発があります。With an installed capacity of 6,780 megawatts, which is 2.4% of our total power needs. で、その22基の原発はinstalled capacity. 6780メガワットの、能力があって、それが、全体の、電力の 2.4% を占めています。But every year they keep on increasing the targets, either they achieve it or not. But for as of now, in 2017, the current target is 63,000 megawatts by 2032. で毎年、原子力の、はこう拡大していくっていう、こうターゲットがあるんですけれども、それは、あんまり達成しないんですが、今現在2017年では、2032年までに、63,000メガワットという、ターゲットがあります。So for this, the government wanted to buy nuclear reactors from the foreign countries, especially America, France, and Russia. でこのターゲットを達成するためにインド政府が外国から、原発を輸入するという予定がありまして、特にアメリカとフランスから、原発を輸入するという予定があります。And they wanted to build huge nuclear complexes with 9,900 megawatt in Jaitapur, 6,000 megawatt in Kurangalam, and 6,000 megawatt in Haripur. でとても大きい原発のニュークリアパークというふうに言ってますけれども、何基が同じ場所にこう建設するという予定なんですけれども、ジャイタプールという場所に9,900メガワットの、6基を予定しています。クランクールンという場所に6,000メガワット、そしてハリプールというところにまた6,000メガワットという予定があります。And out of this, Kurangalam came as the first thing, and talks for Kurangalam nuclear power plant started with Russia as early as 1978. でこの中にクランクールンが最初に、始まりまして、
これがロシアとの協力で建設しています。これが、1978年から、そういうロシアとの協力が始まりました。By that time, not much of people knew anything about nuclear power plants. その当時1978年なんですけれども、私たちも、ほとんどの人々は、原発について何も知識なかったんです。And we thought nuclear power plant is a kind of development. で、私たちはその当時は原発というのは開発というふうに思ってました。We have seen documents and news reports which says that Russia was so sure of getting the contract for Korangalam nuclear power plant that they started to build the reactor pressure vessel as early as 1984. で、これメディアでが発表しているんですけれども、ロシアがこの契約を取る自信がすごいあって、もうこれ絶対クラクルでこの原発を作るっていう自信があって、1984年ぐらいからその圧力容器とかを建設始まったそうです。But in 1986, the Chernobyl accident happened, and it became a huge blockade for this deal. しかし1986年にチャーノビリの事故がありまして、それがやっぱりこのクランクルンのことも問題がそこで起きました。And around 1988, a lot of organizations started to campaign against this nuclear power plant, including the right-wing Hindu organization RSS. 1988年に、いろんな市民団体がこのクランクルンの反対運動が始まりますけれども、その中に、右翼の RSS という団体があるんですけども、全国的にとても力あるんですけれども、そこも、反対運動に始まりました。In 1989, a huge rally was conducted in Kanyakumari, and one person was shot dead in the protest. 1988年に大きな、反対運動がありまして、でそのカニャクマリという、インドのてっぺんのところなんですけれども、そこに一人が、警察によって、殺されました。But the government started to acquire the land very aggressively during that time, and then by the early 90s, USSR got dissolved. でその時は80年代の最後の頃に、インド政府がその土地を一生懸命取ることをしていたんですけれども、そして1990年、ソビエトは崩壊されました。So the idea of this nuclear power plant was put on hold for some time, and then around 98, 99, if I remember rightly, even in our homes we talked that the Kudankulam power plant is coming again. で、ソビエトが崩壊されて、ちょっと一時期その、原発の建設という、企画は、ちょっと保留になったんですけれども、1998年、99年頃にまた復活になったんです。The government started the Kudankulam nuclear power plant again after land acquisitions and everything in 2001, and the first pour of concrete was poured in 2001. で、そして2001年に、またその土地をこう獲得するっていうことと、2001年はその建設が始まりました。The plant was scheduled to be completed by 2007. 2007年までそのクダンクルンの原発が、終わる予定だったんです。But until 2013 they were not able to complete it. しかし2013年までかかりました。
At the same time, in 2009, there was a nuclear plant in Kaiga in Karnataka, where there was a accident and 54% got radiated. でその途中で2009年、海賀っていう別のところなんですけれども、そこの原発に事故がありまして、54人が被爆されました。And that turned my interest again into the nuclear, the other side of the nuclear energy. でそれは私にとってきっかけっていうか、やっぱり原発って危ないんじゃないのって思い始めた頃です。And that is the same time we also, the people of Tamil Nadu saw the violence against humanity in Sri Lanka war. でその当時ですけれども、タミルナドは、シリランカ、近いんですよね。シリランカという隣の国の暴力、そこは、内戦状態だったんですけれども、その暴力もずっと見てました。And in 2011, Fukushima earthquake and the Daiichi accident happened. で2011年、福島の皆さんご存知のように福島の事故が起こりました。Activists like Uday Kumar, the coordinator of People Movements against nuclear energy, came and visited Fukushima immediately after the accident. でクランクルンの反対運動のリーダーの一人、ウダヤ・クマールさんという人がいるんですけれども、その人は、福島の、事故があった直後ですね、直後日本に、訪ねました。Even though the activists like Uday Kumar are campaigning against nuclear power for a long time and very actively from 2001, no one bothered to listen to them. でウダイクマールたちは2001年ぐらいからすごい長い間こういう反対運動を続けてたんですけれども、その時はあんまり誰も聞いてくれなかったんです。But people saw the images of Fukushima in their televisions. しかし福島の事故を自分のテレビで見てたんですね、皆さんが。That gave a kind of fear for our people. でそれでやっぱり怖いという実感がそこで湧きました。But people did not know how to come out and organize themselves against the nuclear power plant. しかしその怖いと感じるんですけれども、どうやってこんなものを反対するのかということをあんまり分かってなかったんです。But in August 2011, there was a test team run in the nuclear power plant. それから、2011年の8月に、そのクランクールン、まだ建設中のクランクールンである、あるテストをやってたんですね。And no information about this was given to the public, and no information about emergency preparedness was also given to the public of this district, of the district where the plant is located. でその時は、その、建設のところのすぐのところに住んでいる住民たちに、こういう検査をやるということは全く情報なかったんですね。それからもし緊急の場合どうすればいいとか、そういう情報が全く行き渡ってなかったんです。But the information was shared as advertisement in the neighboring districts. しかしすぐそこに住んでいる住民たちにはそういう情報がいってなかったんですけれども、もうちょっと遠いところに広告みたいなのが新聞に出てました。There was no proper response from the government, and people started to grow suspicious. Response from the government Yeah. by the When people asked. でその情報が全くないからいろんなことを聞くと全くまた答えが来ないから、そこでいろんな人がやっぱりちょっと怪しいよこれっていうふうに思い始めた。And that was the time they started the steaming operations and first kind of testing operations. People felt tremor in their houses. でその原発の中、建設中の原発の中に、そういういろんなテストをやるんですけれども、それがすごいすごく激しいようなもので、自分の内まで揺れるようなことがあって、とても怖かったんですね。
people got scared and everyone gathered in front of the nuclear power plant. ですごい怖くて、その原発の前にみんな集まりました。And the protest was like that for immediately for 3 days, and people were not willing to move until the government gave a proper response. で、それがその反対運動の始まりというか再発なんですけれども、そういう怖いまんまその原発の前にみんな集まって、それ3日間続きました。で、やっぱり政府から答えが来ないと私たちはここから動かないということを決心した。So I'll show you now the images of a protest which goes for more than 2,000 days in a non-violent manner. で、今からはその反対運動の写真を見せますが、その時は始まりだったんですけど、今は2000日以上ずっと続いてて、非暴力の運動をやっています。And this is the village which is very close to the nuclear power plant, which was affected in tsunami 2004. 今、クダンクルンという原発のここが原発なんです。で、とても近くにあるこういう村があって、no proper environment clearance was obtained for this plant, and when people protested and asked to release the data, the government did not release any data about it. で、この原発を作るには、普通は、環境的なクリアランスがあるはずなんですけれども、それ全くやってないですね。で、いろんな人が反対してて、政府にそういうデータを出してくださいっていうふうにお願いしても出てこないです。There is over 40,000 people in the immediate 5-kilometer radius and over 100,000 people in the 10-kilometer radius. 5キロ以内には4万人ぐらいの住民がいます。で、10キロ以内には、ですね、10万人ぐらいが住んでいます。So when people started to protest, the government did not know what to do, and they started to attack the people in all possible ways, like cutting electricity to the village, cutting water supplies and buses to the village. で、その反対運動が始まりましたら、政府がすごい困ってて、どうすればいいのか本当に分からなかったんですね。で、まずはその、反対している村を、そこに行く電気を切るとかね、水を切るとかね、そういうふうに嫌がらせみたいなことを始まりました。The image what you see here is people got into the ocean to protest in a Gandhian way of Jal Satyagraha, and the government went through their aeroplanes above them at a very close range to threaten the people. この写真は、その反対している人たちは水の中に入って、これがガンディの、一つのその反対する非暴力の方法なんですけれども、それをやってるんですけれども、とても近くに飛行機が飛ばされたりしてます。So this is the main village where people are protesting, and this is a protest tent actually. これがその反対運動の一番メインになってた村なんですけれども、この屋根は、私たちのプロテストテントみたいなものです。So every day people gather here in the morning around 9 o'clock, and then they stay here there till 5 o'clock in the evening. 毎日ここにこの村の人たちは集まって朝の9時から、夕方の5時ぐらいまでそこにいます。The village is located very close to the coast, and fishing is the main occupation of the villagers. で、見えるように
海がとても近くて、ほとんど、一番メインの職業は漁業です。So this is one of the main places where people fish, and people here use small boats through which they do shoreline fishing. で、これがその漁業者なんですけれども、ここはこういう小さい船を使って魚を取ります。And every day from this nuclear plant, 6 crore liter of water, 6 crore liter, 600 million of hot water is released at 48-degree temperature into this ocean. ここは原発から、熱いお湯が、これ排水なんですけど、その冷却に使ってた、お湯が、海の中に流れるんですけども、これ大体48度の、お湯なんですけれども、でそれがすごく多いんですけれども、これが兆ぐらいかな、6兆ぐらいのトンの、とにかくすごく大きなそういうお湯が海の中に流れることになっています。This image was shot during one of the protests where people went near the nuclear power plant and protest with their boats. で、これは船に乗っている、プロテスト、反対運動です。Near the nuclear power plant is the lobster breeding ground, and which gives one of the main source of income for the people over there. で、原発の近くに、魚とかの、ブリーディンググラウンドですからね、その卵を産んだりすることなんですけれども、で、そこを職業にしている人がとても多いです。The people protest, as people started to protest, the government started to dismiss their claims, saying that these people are being funded through foreign nations and everything. この反対運動がどんどん大きくなるんですけれども、その中に、インド政府が、この反対運動は外人がやっているとか、そういう、外国からお金が流れてこういう反対運動をしているんだっていう噂っていうか、そういう情報をわざと出していました。But the people genuinely protested by collecting tax for their catch once in a week during the time of protest. しかしこれが真っ赤な嘘で、政府の言ってることだけであって、みんなは自分のプロテストをどういうふうにファンディングしたかというと、こういう魚を取ったり仕事してるんですけれども、その中の何パーセントタックスみたいな税金みたいなものを、自分たちが集まってそのお金を使ってその反対運動を行いました。So when people from all the villages, many villages started to come, the government blocked the roads of the other villages and stopped the bus services from other villages. 他の村も、どんどんこういう反対運動が盛んになるんですけれども、その時、バスとかそういうものを政府が止めたりしたんですね、移動できないように。So this is a village which is near the protesting, 7 kilometers from the protesting site, and this village also actively protested. So once the government stopped all the means of people going there, these villages started to protest in their own village. で、そのバスとか止めたりするから人が移動できなくなるんですけれども、これがその原発から7キロ離れている村なんですけれども、前はみんなそういうメインのところに集まって反対してたけど、動けなくなっちゃったから自分の村でこうやって反対運動をしていました。So this is during protest people were beaten, and people from other districts of the fishermen from other districts, just to show solidarity, they blocked the
Tuticorin port, which is like 110 kilometers away, which is one of the biggest ports in India. So those fishermen did that in solidarity with. Yeah, from 3 districts. その反対の中にいろいろ暴力も振られる警察の方とかから来るんですけれども、それを反対するために、他の村の他の漁村の人たちが連帯でこうやって船を出して水の上の反対運動をしています。トゥクリンポートというのは港としてすごい大きいんですけれども、これ110キロぐらいの大きな港なんですけれども、それを全部船で埋めていろんな人が一緒になって反対してた。So this is how people did a candlelight vigil on for paying homages for the victims of Hiroshima on Hiroshima Day. This was. これが8月6日の広島デーの時に、私たちの村の人々が、広島のためのなんていう黙祷みたいな、そういうメモリアルみたいなことをやってます。So women and children were mostly leading the protest, and in this picture, the children actually wrote postcards to the Russian ambassador, asking him to stop the technical assistance to the plan. この反対運動は女性と子供がとてもメインになっているんですけれども、この時は子供たちがロシアの大使、インドにいるロシアの大使にポストカード、はがきを書きました。この原発いらないということを子供たちがはがき出しました。So as people started to protest, large amounts of police and paramilitary forces was brought to Kudangalam and other regions, and the whole region was like under section 144, which is like the curfew was there for more than 1.5 years. で反対運動がどんどん大きくなると警察が大勢派遣されるんですけれども、警察だけじゃなくてですね、反軍隊みたいな人たちもたくさん来ました。で、セクション144というインドの法律でいろいろ規制されるものがあって、緊急事態みたいなものなんですけれども、夜何時何時まで家に帰らないといけないとか、そういうのは1年間半続きました。So for nearly 1 year, the government did not give any proper response or did not come and meet the people. So the people decided to find a solution, and they decided to go out of their homes and protest at the seashore near the nuclear power plant. で1年間、経っても政府から全くレスポンスがなくて、でじゃあ私たちが動かないとダメだということで自分の家から、海の方でこういう反対運動を続きました。So thousands of people gathered in the seashore, and you can see how long the queue goes, and there were like organized volunteers so that the protest does not go violent, and people were like sitting in the whole day along the seashore. でこれ見えるようにもうたくさんのもう何千人が海辺で集まって、これはボランティアとかもいまして、暴力的にならない非暴力を保つためにそういうボランティアもいたんです。The same night, people also slept in the beach itself along with their children protesting. この日は海から動かないということで海で寝てました。子供とかも連れて海で寝てます。
So the next morning, the collector came to talk with the people, and people told, until we get a proper solution, we will not move anywhere. で次の日は、コレクトだからね、その地域の、村長みたいな、そういう地域の偉い人がやっと来たんです。で、お話ししますっていうふうに言ったんですけど、でみんなはいやこういうことをちゃんと解決がないと私たちは動きませんよっていうふうに。And the government forces started to target the people instantly like that. Yeah. でその時、それお話ししてるはずなんですけれども、こういう政府のこれ軍隊ですよね。これ警察ではないんですけれども、こうやって急にもう攻撃アタックしたんですね、市民を。So women, old persons, everyone was targeted. Not even anyone was left during this thing. This is Sevirama, one of our very senior protesters, and she protested right from the time she was 16 in Kanyakumari, and now she is 43. When police started to beat the people, they did not have any space to run because they blocked all the way, and many people ran inside the ocean. でその時警察とかこういう軍隊によってこう攻撃された時に、もうすべての人お年寄りもそうだし女性もそうだしすべての人がこういうふうにこうボンをこう持ってるんですけどそれでこうやられて、この写真はゼビアーマという女性、16歳からこの反対運動をずっとやってて今43歳なんですけど、で全てのところをこう警察がブロックしてるから逃げるところがないんですよね。だからその時は海にこう入っていくしかないような状況になってて。She was later arrested and filed dangerous charges like sedition, waging war against the country. Conspiracy law. I know, I'm trying to remember what sedition is. ゼリアはこの女性は、その後逮捕されて、国家崩壊なんて言うんでしたっけ先生？セディション。とにかく国家反逆から扇動。The conspiracy law, which is equally whatever. よくガンディ時代とかそういうイギリス人がよく使ってた法律なんですけれども、とても本当に大変なチャージですよね。そういった犯罪としてこの女性もそうなんですけど何人もすごいたくさんの人がそういうふうになったんですね。So most men and boys of the village were also beaten very badly. They did not have any place to run. So for 2 days the men were they were in the boat in the ocean not able to come to the land. さっき言ったように逃げるところがないんですよね。だからこういうふうに本当に暴力的なことでみんなすごいボコボコされて船に乗って逃げる人もいたんですよね。それ2日ぐらいもう船のまんま何もないままで帰れないような状態にもなってました。People's boat were broken and警察によって壊されたり、うちも壊されたり、いろんなものが壊されたりしたんです。Even journalists were beaten and their cameras were broken. ジャーナリストもこうやって叩かれたり、カメラとかも壊されたりした。
So this is one day after the people were beaten, when people were beaten in the seashore. There were not much men in the village, and there was a rumor that forces are going to come again inside the village. でこれがさっきのバトルの次の日なんですけれども、その時また警察が来るんじゃないのっていう噂があって。So this is some of the people who died during the protest, and this person was shot dead, and this person died while the flight was flown very close. でこれはプロテストで亡くなった方々なんですけれども、一人はさっき言った警察の、撃たれて死んじゃった人、亡くなった人と、さっき飛行機がとても低い位置で飛んでて、それこう倒れて亡くなった人もいます。This was during one of their funeral, and one person has like 3 kids, and the government did not even compensate those people. でこれはその一人亡くなった一人のお葬式なんですけれども、その人は子供3人もいて、政府からの賠償とかそういうお金とかも何にももらわずになっているんですね。This is again the government actually broke the statues in the church over here, and also the statues in the temple in the nearby village, because it's a Hindu and Christian village, and want to create a problem over there. この村はキリスト教の方々が多くて、教会が結構そのプロテストの先端になっているところがあるんですけれども、警察がその教会の中の聖母マリア様とかそういうものも壊してもう晒し首にして、でそれとヒンズーのなんていうんですか、寺というんですかもあるんですけれども、その中にもいろんなものを壊したりする。で結局警察はそうやって、そういう宗教的な問題を起こしたり、そういうことをわざとやっていました。So the people here is like actually praying to God. After the statue was broken, they wanted to do a cleansing ceremony and want to pray the God. And everyone was literally in tears against the atrocities done to them by the government. でこの時は、その教会が壊されたり、それで、いろいろ汚したりしてたんですけれども、それをきれいにする儀式をやりたくて、で自分たちが愛している教会がなんでこんな目に遭わなきゃならないというとても悲しい写真ですね。This is the coordinator of the protest, Dr. S.P. Udayakumar, a Gandhian. And when forces came into the village, and there were rumors that the police force is going to come inside the village again, he and the other leaders of the movement decided to surrender to the cops. So they wanted to come and announce it before the people, and when they came and announced it, the people did not want him and the other leaders to be surrendered to the police. So they lifted them and carried them and kept in a hideout for more than a month. でその最初のアタックの後にまた警察が来るんじゃないっていう噂があって、でその時これがウダヤクマールというリーダーの人なんですけれども、もし警察がまた来たらすごい大変なことになるから、そのリーダーたちはじゃあ私たちが警察になんていうんですか、自分を自首するので、そうするとね、その暴力がね少し防げるかもしれないというふうに思ってて、それは村の皆さんの前にそういうふうに宣言したら、村の人々はダメそういうもうリーダーたちはそういうふうにね自首していけないということで、このウダヤクマールを含めて
止めてこう運んで安全なところまで1ヶ月くらいそこに隠してたっていう話も。This is another coordinator of the protest, Pushparayan, and he was also carried in the ocean to be kept in the water. でこれももう一人のリーダー、プシュパリアンさんっていう人なんですけれども、彼も本当運ばれてこうボートの中に入れられてこう逃げるようにみんなしてあげたんですね。There was like curfew was there for a long time, and often the forces pretend to come inside the village, and the people put a lot of barricades to slow down the forces. で村の中にそういう時間制限とかうち出ちゃいけないとかいうことがずっとあって、で警察とか村に入ってっちゃったりするんですね。でこれが入らないように、バリケードをしてるんです。By slowing down the forces, like using many barricades, villagers gathered along the protest side by ringing the church bell. So they put the barricades and then... Yeah, they put many barricades. So when they slow down, by the time the church bell rings and people gather in time. で警察が入ってくるときに見張りがいて、でそうすると教会の、ベルをねディンディンするとみんながそこに集まるんです。で警察がこういうバリケードがあるから早く行けないからたどり着くときはもうみんながそこに集まってるんですね。Today the villages of this people of this villages face a lot of cases, and nobody is able to continue their livelihood properly. 今日でも、さっき言ったその犯罪のとても重大な犯罪にこうなっているんですけれども、でそうするとやっぱり自分の、仕事もできないしいろいろ移動もできないし、自分の生活がすごい困っている人がいっぱいいます。Many people are worried about their future and livelihood, so many think planning to migrate to the Gulf region, which is common in our region. でもう未来とか本当に不安でどうなるか本当に見えない状態で、このタミルナドゥから何でしたっけ UAE とかそういうガルフのところに中東の国々に、移民する人がたくさんいるんですけれども、そうやらざるを得ないような状態が続いています。And many persons like this person, his name is Babu, and he applied for a passport, but the government refused to give the passport to him, saying there is a lot of cases against him, in spite of this person not being part of the protest also. この人は自分はその反対運動に参加してなかったんですけれども、この村にいるだけで、パスポートをこう申請したときに、もらえなかったんですね。でそうすると結局その中東とかに行けないし仕事もできないし本当に生活もめちゃめちゃなんですけれども、実際参加してなくてもそういう差別的なことが起こっています。Over 380 cases were filed on 225,000 people. 225,000 Yeah, 27,000. 22万7千人が、こういうふうに、382犯罪をこうそういうチャージがいまだに生きているわけです。So this is my photos from Fukushima, which we use for campaigning also. And after going through so much of violence against our people, we started to campaign, and the movement in the ground was like
was silenced because of the government extreme ways, and now we are trying to do a campaign more on policy level, and we took a campaign to the other places in Tamil Nadu. これは、福島の写真なんですけれども、これは私たちのインドのキャンペーンにもよく使います。で、こうやってね、暴力がとてもひどくて、それで、政府が一旦、そういうふうにすると、やっぱりとても私たちも大変なので、もっとこのキャンペーンを違うレベルに持っていこうということで、政策レベルとか、そういうことを今やってます。And there were a lot of propaganda lies is being done by the government. Even our atomic energy department's chief, when the Fukushima accident happened, told Fukushima is nothing but a chemical disaster, chemical reaction. インドの政府のこの原発推進プロパガンダは非常に強いというかとんでもない嘘が言われてますけれども、例えば、福島第一の事故が起きた時に、インドの、原子力省というのが政府の中にあるんですけれども、その大臣はいや福島はニュークリアアクシデントじゃないんですよ、あれはケミカルアクシデントというふうにアクシデントでも使わなかったケミカルリアクションですね。だからもうただの科学実験みたいなふうに言ってました。And I was also curious to visit Fukushima so that to tell what is happening in Fukushima to our people. And I was like got an opportunity to come here by the invitation of No Nukes Asia Forum last year. で私も福島に実際行ってその現状をインド人に伝えたいっていうふうにすごい思いまして、で去年ノーニックスアジアフォーラムっていうのがありまして、それをきっかけに福島に初めて行きました。And when I went into Fukushima last year, it was like very shocking for me, and I'm going on the Fukushima images a little bit faster because most of you would have seen a lot of Fukushima images. で私が去年初めて福島に行った時にとてもショッキングなことがたくさんあったんですけれども、福島の写真皆さん多分ご存知だと思うからちょっと早めに流しますね。These kind of images actually created a lot of shock for our people because I told the story behind this one. This image was shot in a school where even after 5 years, decontamination workers are trying to clear the radiation over there. この写真はインドでもみんなすごくやっぱりショック受けるんですけれども、これは、学校ですね、事故の5年後なんですけれども、いまだに除染が、終わってなくて、まだ途中ですね。So this was in between Nami and Minamisama town, and this year I visited the same place. The only change happened is like these bags were not in this place, but this whole place is like still uncultivable. これは浪江と南相馬の間のところなんですけれども、これは去年撮った写真なんですが、今年もこの間行ったんですけれども、変わったことは、この袋はなかったんですけれども、いまだに全然農業はできてないですね。Still, I am able to find these kind of bags in Fukushima. いまだにこれね。Nothing has changed actually. It has changed? Nothing has changed. 全然何も変わってないということですね。So this picture was taken last year in Odaka, in front of the railway station. So this year we stayed here. Still, only this place was operating, just like last year. And many people are not willing to come back.
but many older generation people wanted to come back because they feel there may be a cut in their subsidies by the government. でこれも全然変わってないんですけれども、去年もこのホテルしかやってなくて、で去年もここにいたんですけど、年寄りはやっぱり帰りたいっていうふうに思っている方たくさんあったんですけれども、それがでもなんでかというと、お金がこう切られちゃうからもう帰らざるを得ないということもあると思うんですね。This place is Tomioka railway station last year, and this was one of the biggest surprise for my visit this year because there has been a new station built in this place. これが富岡駅ですね。去年なんですけれども、これが今回行ってすごいびっくりしたんですけど、もう新しい駅が出来上がってるんですね。But only the infrastructure is being built in that region, but most of the homes are totally empty in that place. 駅ができたんですけれども、誰も住んでないですね。うちはもう誰もいない状態です。Radiation levels higher in most of the places. This was last year, but in the same place, still it is high this year also. これは去年なんですけれども、放射能結構高くて、今年も高かったです。Still such decontamination work is going on. 未だに除染作業が続いています。So this year, this was removed actually. Barricade was on the way to Nami town next to this ranch of hope, and this year in the same place we tested along the grass, and the radiation level was still high in this region. これ去年の浪江にこう入るところなんですけれども、今年はこのバリケードはなかったんですが、放射能は未だに高かったです。This petrol pump is open now. This year it is open and it's functioning, but only the trucks and other vehicles are there. There are no people living in this region. これがガソリンスタンドなんですけど、今年はちゃんと営業してますけれども、入ってくるお客さんはその除染作業のトラックとかそういうところばっかりの人の乗用車じゃないですね。So this is the house of Mr. Ito from Itate, and last year also he was testing all the vegetables for radiation and the levels was high. This year also he says that still it is the same and nothing has changed. これがいい村なんですけれども、この一緒に泊まった人なんですが、去年からずっとこう放射能をこう測定してるんですけれども、野菜とかで、それは去年と今年はあんまり変わらないということでした。This is again Oraka station. Yeah. So this station again, this year it was open and last year it was totally shut. Now one train is running between the places. 去年はこの駅は全く閉鎖されてたんですけど、今年はオープンですね。1日電車1本だそうです。This person belongs to Itate village, and still these persons are in the temporary shelter itself, and they are not yet come back. So they're in temporary housing. Yeah. これは飯舘の、住民なんですけれども、未だに仮設住宅ですね。So he met the Japanese Prime Minister Abe in 2014, and he told the Prime Minister promised that everything will be okay in 1 year. And last year when I met him, he told that still it is the same, and this year also it is still the same. この人は2014年安倍総理に会ってるんですけれども、その時
安倍は大丈夫よ、あと1年間でみんなで普通に戻ってくるよっていうふうに言ったらしいんですけれども、去年も今年も全然変わらないということで、全く普通に戻ってません。Solar plant from last year, what I've seen this year, there is like a huge change in the region, how they are like transformed more into solar. And when a place like Fukushima, which has like winter with snow, is changing solar, our place is like always hot all over the year, and our wind energy is like we have more than 3,200 windmills in the Kodungallur region itself. Still we wanted to like go for that. 今年ちょっとびっくりしたのはソーラーが増えていまして、福島などは冬は、雪が降るし寒いと思うんですけれども、私たちのインドの私の、ところはもう一年中24時間じゃないですけど、一年中とても暑くて、で私が住むクダンクルンというところには3200本の、風車があるんですよね。そういうそういうリニューアブルのエネルギーがあんなに可能なのに、私たちがなんで原発を作るんだっていうふうに思いました。So we take the images from Fukushima and lessons from here and the knowledge what we talk to the people, and we try to transfer that knowledge to our people through different forms and mostly through street exhibitions and other things. So wherever we are going to campaign, we put the images of Fukushima and narrate the people what we saw and what is the experience from the people of Japan to our people. 私たちはインドに戻って福島の経験を自分たちのインド人に伝えたいと思っているんです。で、いろんな方法を使わないといけないんですけれども、例えば道での展覧会とか、そういうイメージとか、そういうものをみんなに見せて、私たちが聞いたこととかを言って、インド人がインド人に伝わるように努力をしています。Even we meet our parliamentarians and they too have very less information about the nuclear accident in Japan. They know from televisions that there had been an accident, but they don't know the impacts what people are going through in Japan. And whenever we meet, we communicate them also and show the pictures to them. This is politicians? Yeah, this is Shiv Sena politicians. Yeah, Jaitapur. This was in Delhi actually. Yeah, this was in Delhi. 私たちは、市民ももちろんそうなんですけれども、やっぱり政治家にも伝えないといけないと思っています。で、政治家は、福島でなんとなく聞いたことあるみたいな程度で、どうなっているということ全く情報がないので、できるだけこれはデリーなんですけれども、できるだけこういう政治家にも福島のことを伝えようとしています。We also go to a lot of colleges to campaign about the thing because we believe that from our campaign experience we felt that in India you are not at least able to convince the people who are more than 40 or 45. And the young people are more listening and they are the future, so we believe to reach more youngsters. で、私たちは大学生もとても重要な人たちだと思ってるんですけれども、40歳とか45歳以降はあんまり変えないですよね、その人たち。だけど若者がやっぱりいろいろ考えてて、いろいろ疑問を持っているから、やっぱ大学生に原子力の問題、原発の問題を伝えることはとても重要だと思っています。We do exhibition in college campuses. So this was in JNU where we put like both Kodungallur and Fukushima images. Always we put and discuss to the student.
こういうふうに福島の写真とクラフルの写真をこうミックスして、これが大学のキャンパスなんですけれども、こういうふうに展覧会をやったりしています。So I told you many reasons about why we are protesting also, and the lessons what we learned from the Japan experience also. We also request the people of Japan not to protest against shutting out all the nuclear deals, nuclear plants alone, but also to prevent the Japan government from selling these dangerous technologies to developing nations. いろんな、ことを話したんですけれども、なんで私たちが原発を反対するかということと、日本から学んだこと、福島の学びですね、ぜひインドにも私たちが伝えていきたいと思っています。でやっぱり日本も日本の政府が今から原発輸出ということでそれも、ね、日本人の市民もそれをこう反対しているような方々がたくさんいるということを私たちもとても力に思っています。それも今後も頑張りたいと思います。We are learning from this experience from Japanese people, and we thank the Japanese people for giving us this opportunity to come and learn from you. でいろいろ日本で私たちが学んで、います。でそれが本当に感謝しております。ありがとうございます。Thanks a lot for inviting. Thank you again. Thank you. よくわからないのですけれども、すみません、タンポポ社のちょっと、ものです。で、インドというのは、いっぱい、先ほどもキリスト教とか、ヒンズーとか出ましたね。いろいろな民族が違っていても、やっぱり原発反対ということでは一致しているのでしょうか。それからもう一つ、ごめんね、スマトラ沖地震、ずいぶん昔の話ですけれども、インドというのは、そのプレートというのは、地震とか、そういうことはどういう感じになっているのでしょう。以上です。Okay, so there's two questions. The first one is you're talking about Christians and Hindus, and so there's lots of different religions and people. Are they kind of united against nuclear energy? Is that something that unites them? That's the first question. The second one is the Sumatra tsunami. There was yeah. So, and how about India? Do you have earthquakes and tsunamis often? So that's two questions. For the first question, Christians and Hindus all are united, and that's why the government wants to divide them. And in spite of all attempts, everyone is staying together. Everyone's personal issues and due to the government restrictions, people are not able to come together in this region, but otherwise everyone in their personal capacity they are doing their campaigns. Okay. そうですね。ヒンドゥーと、クリスチャンはそうなんです。反原発としては一緒になって戦ってるんですけれども、政府がそれを分けたいんですね。で、それがすごくいろいろそういうことをやってるんですけれども、私たちが一緒に頑張っています。Earthquake and tsunami is not a regular occurrence in our region, but the region falls under earthquake fault line. And also tsunami we witnessed in 2004, and even in these villages few people were killed, and the whole tsunami rehabilitation colony with 500 houses has been built near the village itself. 私たちの地域では、地震はそんなに多くないんですけれども、でも断層があるみたいですね。だから将来的にはもしかしたらあるかもしれないということはあります。2004年の津波は私たちも何人亡くなっているしとても被害を受けたわけなんです。
それが九段クルンのところにその津波が入って一つの村がこうなんかとても被害あって、でそれが今原発の近い方に作り直したんですよね。だからそういう津波の恐ろしさもすごく経験をしています。But whenever we raise this issue of tsunami, the government says we have done post-Fukushima safety developments. でも私たちが津波はどうですかって政府に言うと、いや大丈夫、もうポスト福島は私たちみんなでちゃんと規制変えましたから大丈夫ですって言うんです。Thank you for 福島はどこ行ったか教えていただけますか？いつ頃からどのくらい？ She wants to know when you went to Fukushima, where? This year or last year? 去年ですか？今年ですか？今年ですよ。For the past 3 days I was in Fukushima and I went to Odaka, Namie town, Tomioka town, Fukushima city, and we passed Minamisoma city. 南相馬。And we also went close to the Futaba town. 双葉ですね。はい、大丈夫ですね、今は。この3日間、いや、3日じゃないです。5日。いつか。You went for 5 days, right? Yeah. Thank you. It's in that details. 最初が、飯舘です。で、2日目が、飯舘から福島。で、3日目が、福島から小高に入りました。で4日目が、小高を中心として浪江とかあちこちに回りました。4日目5日目最終日が南相馬です。で武藤さんのところの、武藤優子さんのところの方に行って最後です。せっかくですから知り合いで残された方で、今少しご足いただきましたけれども、その向こうで交流された様子とかですね、何か補足で、説明していただけることがありましたらちょっとお願いできればと思うんですけど。内でございます。こんばんは。今日はケイトさんに急にお願いしたんですけれども、ちょっと彼の、写真家で70年代80年代ぐらいの時系列は極めて正確だったんですけれども、もう一度ちょっと2010年代のことでお話ししますと、2010年の12月ぐらいで建設工事は空洞クラブは大体終わってたんです。で、2011年の3月に、東電福島第一原発で事故があり、でその後7月8月ぐらいに試運転で、これは大きな騒音と揺れと水蒸気が上がって人々が、気がついたのがその後です。で、11年の秋から12年の3月4月ぐらいにかけて激しい、運動が展開されました。ですからちょっと時系列が行ったり来たりという説明になってたかなというふうに思うんですけど、でロブスターが取れなくなった、こう漁村でして、冷却排水が非常に高温だというのは2013年の12月に正式に商業稼働しています。で今は1号機と2号機が動いています。で現在、工事がされているというふうに言われてますけども、3号機と4号機は工事が始まっているという話ですけれども、本当にきっと全然まだ進んでない。だからプーチン大統領がこれロシア製の非常に危ないものですけれども、チェルノブイリとは違う形ですけれども、5号機6号機を作る契約を結んでいます。
現在のところ、1号機、2号機が稼働しているんですけれども、いわゆる定期検査以外に、もうそのなんて言うんでしょう、緊急停止というのが非常に頻繁に起きてます。ですからヨーロッパで電力送電を監視しているグループがあるんですけれども、ほとんどこのクーダンクラム原発からは、電力が流れてないんじゃないかというのが最初の1年間の話です。ですけど、政府は正常に動いているということを言い続けてはいます。そのあたりはちょっと説明が写真との説明からで、飛行機のシーンは、もう商業稼働の前です。ですから、高温の排水が出るというのは2013年の12月以降の商業稼働ということになります。でそこに6機を作る予定です。これなんで危ないかと言いますと、もうちょっと次の話をしなきゃいけないんですけども、危ないかと言いますと、1980年代、80年代に契約しまして、これ契約した時はソ連だったんですね。で、つい最近になって、4、5年になって前にロシアの、国営原子力公社の幹部が逮捕された時に賄賂をもらって、不良部品をパイプの部品ですけれどもクーダンクラムに輸出したという供述が出てました。で住民たちはそのことを取り上げて、なんとか止めるようにと、稼働させるなということを言ったんですけれども、なかなかそれは通らなかったということです。だから、リーダーたちがじゃあ今どうしているのかといいますと、かなりこう、最初の宇田役回さんという方は当初はアメリカで大学教授をされていて、そのさまざまな知恵識を持って地元に帰って小学校を作ったりして、反対運動のリーダーになってたんですけれども、結局そういうふうに容疑がかけられているという状態の中で一番公平に活動ができるのは何かと考えた時に、彼らは選挙に立候補するという方法を取りまして、この地域で行われる選挙にさまざまな形で立候補して、その場でその選挙活動として反対運動を行うということを、極めてしたたかに行っています。であと、2、3分だけ、そこまではよろしいですかね。今のちょっと時系列で言うとちょっとあれかなという部分で、遠山さんの方から話がありましたけれども、今回呼ぶのにさまざまな活動というのはですね、実は日印原子力協定が締結されるという時に、さまざまな形でインド政府の中でどういう形のその規制が行われているだろうかとか、あるいはこれは面白いことでですね、インド政府の、彼のお父さんは今でも家の中で彼のお父さんは原子力委員会原子力庁の役人だったから、家の中ではいまだに対立してるって言ってますけれども、結構そういう高級官僚で現職を辞めた人たちが実は原子力っていうのはこういうものなんだっていう発言をしているんですね。でその人の何人かのコンタクトをして、一体インド政府側がどういう基準を持っているのかとか、どういう体制になっているのかということを、一つ日本に伝えるということをできないかなというのが最初誰かを呼びたいというところで、動いたんですけど、ちょうどいい方がアメリカにカナダにご家族に会いに行ってしまうということがあったので、であるならば、Did you stay at Odaka last year? No. さっきですね、小高のこのホテルで泊まったというようなことを言ってましたから、そこは、昨年7月に避難会場になってますから、その後になって営業再開したところです。2日間我々は泊まったところですけれども、で小高駅というのは1日1本つってましたけれども、
there are 10 or 11 trains in one day. 1時間に1本です。1時間に1本。でですね、これはちょっと、じゃあ誰が使っているのかっていうのは、高校生なんですね。高校生の、通学用の電車になってます。帰ってきて、今この、地区に帰ってきてのは大体 20% ぐらいしか戻ってきていませんので、いわゆる大手のコンビニというのはありませんし、お酒屋さんがちょっと大きくなったぐらいのお店があるだけです。あと 2,3 分ちょっとお話しすると、ですね、非常にショックな、今回の彼に会って私には一番びっくりしたんですけれども、彼と連絡を来日前に連絡をするときにですね、一人は菅総理に会いたいと、ジャーナリストとしてインタビューしたい、それはじゃあ手配しましょう。もう一つは、福島県立医大に行きたい。で、子どもたちの甲状腺のことについてそこで聞きたいと。で、私からさまざま、いや、それはちょっと違うんだよねということをいくつか話をしている中で、遠山さんのご関係から大阪の、子どもたちの健康について非常に関心のある方たちと、30日の夜に3時間ぐらいみっちり話をした時に分かったんですけれども、つまり彼が知っているのは福島の事故で何か起こって子どもたちが被害を受けてるらしい、いやそんなことはないんだっていう、いわゆる向こう側の政府側のプロパガンダ、国際的なそれが流れてるんですね、インドにも。ですから福島県立医大というのがそういう形で、広まっている。むしろその子どもたちにどれだけ被害が出ているというよりは、福島県立医大山下防衛科のグループが数多く出している英文の論文が、インドにも流れていてメディアにも使われているので、その彼のような、そのアンチの立場にいる人であったとしても、そこで名前を知るのは福島県立医大の名前であったと。これは非常にやっぱりちょっと我々もっと頑張んなきゃいけないということを、でその大阪のお医者さんたちお二人にお会いして、主要な教授の岡山の大学の先生の、論文、英文の論文を何本かPDF でリンクでもらい、それを彼は今度インドで拡散していきたいということを言っていましたので、やはりそこで両先生がおっしゃったのは、やっぱり思った以上に国際的な原子力マフィアっていうのははびこっていて、いろんなところに手を伸ばしていて、そうですね、福島でシンポジウムやったり、外国からいろんな人を呼んできたり、で話を聞くとチェンナイというところにもうプロっていうのはその原発推進の女性の大学教授がいるそうです。でその人は福島には行ってないけれども、いろんなところでメディアに出てきて、いや子どもたちのことも安全関係ないし、原発っていうのは安全なんだということを言っている人もいると。だからやっぱり我々の情報発信力というのをより強めていかなきゃいけないなということと、そういう話を、コミュニケーションを直にすることによって、我々もびっくり驚いたし、彼自体も全くの誤解を自分がしてたということに気がついたということがありました。長くなって申し訳ない。ありました。ありがとうございました。というような、新たな我々にとっての課題というのを見えてきたということがありました。ちょっとだけ写しましょうか。そうです。今回僕が撮った写真ですけど、いや彼は多分自分のはもうプロですから、今回出してないと思うんですけど、今回の私が撮った素人が撮った写真をちょっとご見せたんですね。ここに、31日に行きまして、1泊いたしました。で、福島市の方はですね、福島地球市民発電所、伝える方ですね、そこのですね、藤岡恵美子さんと竹内俊之さん
この方々にお会いすると同時にですね、千葉先生ですね、千葉さん、元、議員さんでしたかね、この方、千葉千佳子さんという方ですね、この方がですね、子どもたちの健康被害の支援組織を立ち上げておられます。はい。甲状腺がん基金ですね。そうです、そうです。方々ですね。甲状腺がん基金のですね、中心メンバーですけれども、来ていただいて、だいぶ遠いところを車運転して来ていただいて、プレゼンテーションしていただきました。で、ですね、それが8月1日で済みましたけれども、お昼からですね、つながっぺ、南相馬という団体の代表の今野よしきさんですか、区長さんらしいですけれども、避難している方々の中でですね、いろんなコミュニティを再現するという活動をされておられます。これは南相馬の、代表、つながってという代表ですけれども、そこで、3時間ほどお話をお聞きしました。それから彼の案内で、元の彼の流された住宅跡地とかですね、それから請戸の漁港から福島第一原発見えますので、そこを撮影させていただくというようなこともいたしました。で、あとですね、それが大体、その日はそれで終わりましたですかね。この日は当然希望の牧場も今見ております。ただ8月3日はですね、ノマドっていう組織があるんですけど、野原の野に、馬に土っていう、ここのですね、代表の三浦博さんに、20キロ圏内の、ご案内をですね、ガイドしていただきました。午前中だけでしたけれども、かなり原発に近いところをですね、見て回るというようなことができました。で、あとですね、これが午前中のスケジュールでした。で、またもう一度双葉旅館に帰ってですね、それから富岡町とか等々を進んで回るということをいたしました。で、あとですね、8月4日に関しては先ほど申し上げましたように、午前中ですね、もう一度浪江を見ようということで、浪江の駅に行きまして、それからもう一度またいろいろ諸般の事情で双葉旅館に双葉さんのに引き返したりしましたけれども、そこからですね、今度は大きく迂回して、南相馬の方にもう一度南相馬に入りまして、郡山の近いところですね、コンピューターの福島といういわゆるその県の施設が立ち上がっておりますけれども、ここに行ってですね、武藤瑠衣子さんの方との交流をするということだったんですけども、お父さんがちょっと残念ながら、倒れましてですね、病院で治療中ということだったので、武藤さんのお連れ合いとからですね、お話を伺うようになりました。コミューターという組織はです、建物はですね、非常に大きな展示をやっておりまして、いわゆる原発事故の大きな画面でですね、それを映すというようなこともあって、英語の字幕もありましたので、彼きちんとそれを見ておりました。そんなことで大体交流が終わるということにはなりましたけど、ざっとそんな走り方をしております。はい。じゃあそういうことでちょっと待ってください。もうちょっとね、順番がね、かなりランダムにいってしまいますので申し訳ないんですが、スライドショーにしてもバーッと送ります。これはもう伊藤さんですね、これ。ご自分で手作りで料理をいただきましたけど、非常に鮮度高いです、ここは。こういうようなものを作っていただいたということで、これはちょっとあんまり私の趣味のことだけですね。ですね、きのこ料理をされまして、こういう結構な大きな社員研修所なんですよ、見立てファームというのは。こういうところでですね、プレゼンしてもらえたり、いろいろしながらですね、これ夕食の場面ですけど、彼はこうやって写真を撮ったり、いろいろします。これは見立てファームの宿舎です。こんなふうな感じです。社員研修ですのでね、1年しか使われないんです。それで見立てに例の、
射能が降ってきたということ、もう全くだから、これはだから男子棟ですね、だからここに私どもは泊まりました。20人ぐらい泊まれますかね、ここの。向かい側に女子棟があるんですけども、これは男子棟の電気です。ここは書いてますように、向こう側のところにも一応残土とですね、から金属、コンクリート等のものが捨てるようになってまして、結構高いです。これが飯舘ファームの前景です。これぐらいあります。除染してありますけれども、山に行くともっと高いです。この時86です。低いなと思います。こんなぐらいですね。これは先ほどのところ。これが伊藤さんっていう方なんで、ずっといろんなものを植物とってそれをですね測ってるわけですけども、一番下のところで泥を落としてさらにということで泥を全部落とさないと測れませんので、そういうことをここの場所でやっておられるんです。ここでないとやっぱりもうなんですか、山からここに入れてきたやつは2とか3とかのレベルの放射能がありますので、この小屋を使ってやっておられるんですね。これはもう目の前にこういう置き場が、仮置き場が広がっている。ここでステファンがなんていうんですか、入り込んで撮ったんですけども、目をつけられまして、パトロールというのは民間の除染会社にかかって、後でまた注意を受けるんですけど、結構いろいろ目が光っている。これが先ほど治療情報室がね言われた空間線量を測れるフィルターの非常に性能のいい機械ですかね。1台にいくらかついてますね。かなり高かったですね。数百万してる。これは雨量がかかるんですね。この辺はもう非常に精度高いですから入れないです。ステファン出向で写真を撮っておりました。非常に飯舘ファームでゆっくりと回ってたので、飯舘村あたりをですねぐるぐる彼が去年撮ったところを全部たどるということです。これはもう飯舘のですね中心部ですね。これ今小学校でしたかが建設中です。もう建設らしいです。もう別の村になりかかっているという。これ町民も変えていないのに巨大なグラウンドを今作っているところです。陸上競技場ですね。トラックを伊藤さんと私と3人ですね撮っているところです。この辺りであなたたち昨日今朝おかしなとか入っただろうとで写真消してくださいってだいぶ文句なんですけどガードマンが通報を受けて飛んできまして写真を消去してというガードマンで伊藤さんが、これですけどここは長瀞ですか、あそこの入り口です。まだ完全に通行止めです。で、ここのところの線量は日本はゼロからどんどん今から上がっていきました。最終的に3は十分超えてる。入り口のところでね、そんな感じでした。2.6 ぐらいもっと上がって実際は。その植え込みの方に行くともっと高くなる。これはステファンさんの撮ってるの写真です。これが福島です。で先ほど言いました福島地球市民発電所のところで千葉さんの今プレゼントしてもらうこれ千葉さんですね。甲状腺がんの支援をしておられる子どもたちのここでこの真ん中が藤岡さんです。で横が竹内さんですね。で、ステファンの横が千葉さんですね。で藤岡さんから通訳をしていただいて、ということで、これはニュースこの辺りからフランスを合流したいんですけどこれ先ほどのが今野さんです。区長さんですね。これ先ほど申し上げた今野義さん、つながって南相馬の、代表ですけど、これ今希望の牧場のところです。これはSMC のところですね。ここ、非常に線量が高かったですけど、いまだに要請はされておりませんね。こんなぐらいで、ちょっと我々もあんまり長いができなかったんですけども、通過しました。
した。ご本人とはお会いできなかったんですけども、これはちょっとこの 3ぐらいなんですけど、これがこっちの反対側に来ると、ガンガンこの辺からステファン撮ってるんですけど、この辺り非常に高いんですよ。予選がされてませんので、どんどんこういうふうに上がっていくんです。こんなことで、リボン僕でですね。だからこれが受け止め港です。向かい側にこう第一原発が見えます。ここが一番近いポイント、17キロぐらい、17キロぐらいですかね、のところだと思います。唯一ここはもうポイントだと書かれました。彼はもっと長い望遠で撮ってるんで、きれいに撮れてるとは思うんですけれども、ちょっと天気が悪かったので、前景がきちんと撮れてるか分かりません。受け取り漁港、今はもう護岸工事といいますか、それが急ピッチで行われていますね。この辺りの方はもう要するにこの、盛り土の中心にですね、なんていうんですか、除染土を積み上げていくみたいなことを言われてるんで、ふざけるなってだいぶ怒ってはりましたけどね。こういう巨大なものを今受け取り漁港を作ろうとしている、これが説明図ですよ。こんなふうな感じ。説明板が国に設けられています。もう周りはもう小高はもうこういうふうな火力ばっかりです。最終的にもうここにも大きな、ピラミッドが立つんじゃないかみんなちょっとね皮肉に言ってましたけど、彼のもっと流された家のところがこの下なんですけどね。で右の方がちょっと高台になってますけど、その木の真ん中ぐらいまで津波が来たという、彼の流された家の前でステファンが写真を撮っているところです。右のそうですね、右の立ち木があったと思うんですよ。上の木の真ん中ぐらいまで波が来た。下の方はもう全部流されたんですね。これがこれがステージロケット時ですね。彼が要するに新しくなってたという駅ですね。でソーラーがもうあちこち巨大なやつも立つような予定になってます。もう太陽光パネルぐらいしか建てられないというね、ちょっと皮肉にみんな言ってました。要するに放射線量高すぎて戻れないんで、そこのもう太陽光パネルを建てられないんですけど、この辺りも高いところですね。先ほどのこの方がノマドの第5の三浦さんという方です。左の端の方ですね。なかなかやり手の東京へどんどん乗り込んでいって頂上交渉をやっているわけなんですけど、この地域にメガソーラーを建設するということで、今住民たちの声をまとめて、やっておりますね。非常に雄大な計画を立てておられました。三浦さんというのは、どっかでまたいろいろ出てくるとは思うんですけど、20キロ圏内の案内をされております。いろいろ若いスタッフがたくさんおりましてね、彼のところにね。で、そういう方もちょっと分担してやっております。これが、学校でしたね。小学校ですね。小学校が全部人工芝です。まだ女性が小高の小学校ですね。女性がまだ一応終わったとは言ってますけども、全部人工芝です。ちょうど夏休みで子供おりません。ですから小学校ですね。これ線量こんなもんです。学校です、これも。0.18 ぐらいですかね。こんな感じですね、小学校。で、一応、何人ぐらいですか、ちょっと今、数またあれですけど、学校に戻ってきて、高校生が多いんですね、ここ。ですから、また報告書をまとめますけど、小学校で、62名で、幼稚園が3人、小学校62人。
中学校は67名で、高校が503名ですね。全部で635人が戻されているというか、いうな状況ですね。これはもう、高等学校です。これは請戸の漁港で、これは新造船ですね、全部。新しい保証もらって、作った船ですけど、当然取ったものは売れませんから、多分試験装備してるだけだと思います。これは古い船ですね。そこから漁具をですね、積み替えてる漁師さんがおりました。これからもたくさん写真撮ってると思います。もう手前の船はピカピカです。古い船は、これはまた、あれですね。これはこの地域の、請戸の地域の人々の死んだ人たちの記念碑です。ちょうど第一原発は見える丘の上になっています。浪江町のですね、この地域の方、182名の方、ここに、後ろは赤なんですけど、その前に、これは大阪の町です。まだこういうふうに、除染されたものが残っているところもあります。こういうふうな新しい店もありますけれども、周りはもう、でソーラーも町内にあります。建設されていますけれども、先ほどフランス先生言われたように、2万数千人見られて、まだ帰ってない2000人ぐらいですかね。まだといったらちょっと言葉悪いですけど、その程度。魚屋さんもやってましたけどね、結構皆さん車で買いに来てました。こんな状態ですね。小高の駅前ですと、駅前商店街のメインストリートです。こんな感じでした。ちなみにまたこんな感じです。ところがこういう歌のものが立ってたりとかですね、こういうものもありますね。これがさっき言ったつながって南相馬という。で一つ二つで奥のところの建物でいろんななんていうんですか、デイケアセンターそういうふうなところでこういうね立派なこの店もあるんですけど、本当に空き地があります。もう全然壊れたもの工場は置いております。これね、学生なんですよ。向こうが駅なんですけど、だから時間帯になると、わーっとから学生たちが来るんですけど、夏休みになってクラブ活動してたと思うんですけど、地域の人は子供たちがいると、ちょっと希望が湧くとおっしゃってました。子供たちとワクしてます。これが止まった旅館です。さっきのなんですが、これが双葉や旅館ということです。非常に長い作業員、除染の作業員です。いろいろスタディされている学生とかです。そういう人たちが思います。これはお題です。これはもう最後に武藤さんのところに行ってさっき言いましたこれ見たの福島の上にですねこういう何ですか休憩場所があるのでここで聞いているで真ん中の若い人は学生です名前もちょっと聞いてるので左の方が山口さんというこれは佐藤さん武藤さんのお知り合いですが彼がプレゼンをしてくれました。こんなところです。今後ステファンさんのプロフェッショナルの写真をいつどのように見れるのかそこら辺も含めて話していただければと思います。Photographically, if you want to say, it was like a snapshot of what around we traveled and other things. I have also documented
travel and other things. So my next other thing in my career, if you see, it would be like to go and exhibit to a journalism students about what's happening here, exhibit and talk about the situation over here, and I also wonder how you felt about Fukushima this time, just generally, you've already spoken about it. Fukushima, this time I felt like I got to know more perspectives this time. So last time what people told, and this time about children's health especially, what I came to hear from many people, I was able to confirm those information. Many times what they say is like, if you ask in other places, they say that Fukushima accident happened, tell me one person who had died, or tell me how many person got cancer. But it has been, the surveys and other things has been like systematically trying to cut down the information which is going to public, in spite of people in the know-how, they know how things are going on, but it's like a lot of people are left out systematically, so that in the larger view, it does not look like a lot of people have been affected by Fukushima. So that is the kind of cover up what the government is trying to do, I would say here. And situations, if you see everywhere the infrastructure, especially the Tonyuk and other places, they are like putting a lot of effort on that. But if you go to the nearby places, the schools and other places, the situation is same. And people, moreover, are very scared to get back. And younger generation, what I was told by the people is like they don't want to return, younger generation. They feel they have the responsibility that if anything happened to their kids, they need to be answerable to their kids. So they don't want to take any kind of risk. And my interest this time was mostly focused on children's health and the family societal breakdown, actually, to understand that how it works. Because in our kind of situation, it is more of a joint family and like family backup kind of thing. It's a lot. そうですね、福島は今回、子どもとか子どもの健康ですね、社会の壊れ方ということを自分がテーマにして言ったんですけれども、いろんなことが分かってきて、同じことを確認できたこともあったような気がします。例えば、インドとかもそうなんですけれど、原発推進の方は、福島に事故があったけど誰も死んでないでしょとか、がんになってる人いないでしょとかいうふうに言うんですけれども、それは今回そうじゃないということが分かったし、でその情報がどのように隠されている、システマティックリだからも制度的に、情報が正しい情報が出ていかないようなシステムになっているということはすごくよく分かりました。そうですね、今回は、びっくりしたのは富岡駅ですね。去年行ったら何もなかったのに、こういうふうにインフラ的に日本政府がすっごい頑張っていると思うんですよね。もうどんどんこういうものを建ててるんですけれども、人間的にはどうでしょうっていうことはすごく思いました。で、やっぱりこんなにビル建てても電車駅とか建てても若い人は特に帰ってこないっていうことはよく聞きましたし、やっぱり自分の子供の健康は恐れてるし、もし自分の子供がね何かあったらそれは後でどういうふうに説明すればいいのかっていうことは非常に
もあって、やっぱり帰れないっていう話はよく聞きました。ので、そういうふうにすごくいろいろ勉強になりました。で、キャリア的に今後、今回もたくさんの写真を撮りましたし、これがドキュメントになることを頑張らないといけないし、こういう写真、展覧会もちろんしたいと思うんですけれども、例えばジャーナリストの学生たちとかも今で教えたりしてるんですけれども、そういう人たちの中にもこういう展覧会をやっていくということも、考えています。Yeah, you can say something. You want to say something else? No, my experience this time was like particularly, as I told, how systematically they want to hide the information. But other side, I saw the government's effort to build like cancer hospital and thyroid special clinics and other things in Fukushima Medical College itself, and like giving more importance to the thing which says that the problem is there, and it is like able to understand those things. And the business persons who return to Odaka and other places, the difficulty what they are facing in doing their business and their life, it was like it explained a lot, being moving out of the town and coming back themselves to start on the government's promise, and also on the fear of their subsidies being cut. It was like little bit very tough for me also. How people have been like manipulated and like made to. Another person whom I met, they told like, should we be like so hurriedly moved back? Should we go back so hurriedly? そうですね、今回やっぱりいろんな情報が制度的に隠されているということもあったと思うんですけれども、それもすごく感じながらやっぱりそういうがんとかを調べる病院とかも作ったりしていることもあると思うんですけれども、だからやっぱり問題があるということは政府も隠しきれないというか、そういうこともやってはいるという気もしたんですけど、戻ってきた人たち、やっぱりすごい難しい状況の下で、仕事をしたり自分の生活をどうにか頑張っている人たちを見ると本当にすごい感動的っていうか、なんていうか、すごく難しいところもあるんですよね。結局戻ってきたのは政府がね、いろんな約束をする、大丈夫ですよってこういうことを半分信じてないかもしれないけど、やっぱりそれを信じざるを得ないっていうことと、あとお金がなくなっちゃうから、切れられちゃうから、戻らざるを得ないっていうこととか、でもその中にすごい頑張っているんですけれども、それを見るのはとてもやっぱり私も大変っていうか、見るのは辛いっていう気持ちにもなりました。でやっぱりこんなに早く戻されるっていうことはなんでっていう声もいろいろありましたし、そういう声が聞けたのはとても良かったかと思います。目的と感想をいただきますけれども、それに関して回答が特に何かありましたら、あまり時間はないですけれども、1個だけ。上手の方をごとですが、県立時代には結局行かなかったんですよね。
福島県立医大は結局行かなかった。But I spoke with another doctor who's doing a survey with and their references, and again confirmed with the social activist person who was also working with the children and the mother about these things. And as per what she told me, they were allowed to take pictures only on the first day when they opened the facility. After that, no one was like, they have like restrictions. その病院は行けなかったけど、いろんなそういう活動している方々、さっきお医者さんにもあったし、そういう活動している、子供とお母さんと一緒にいろんな活動している人たちにもあって、情報もいろいろ確認できたと思うんですけれども、施設、そのお母さんと子供の施設がなんか作られたんですけれども、それが最初の日だけ写真撮っていいんですけど、その後は写真撮っちゃいけないとかいうこともあって、いろいろそういう情報もありました。ちょっと正確に言うと、千葉さんのプレゼンテーションなんですよ、それは。千葉さん最初に言ったね。で、お母さんと子供の施設じゃなくて、子供さんっていうのも成人になったぐらいの方のいわゆる肺がん、甲状腺がんの転移をね治療する病棟が9つ作られたんですよ。それを新しい県立医大のね手前のところに新病棟ができて、それはもう要するに放射性要素を飲まして、それで転移したその何ですか甲状腺がんのね転移をした部分をやっつけるっていうやつで、ものすごいハイレベルな被爆をしますので、ものすごい隔離をして、やる治療なんですね。その病棟の内部を内覧会という形で千葉さん見て全部写真に収めてるんですけど、それをプレゼンテーションに彼は見た、そういうことです。Yeah. That also I know. I know that part I know, but the other I was not talking about that part. I was talking about the access actually. Access to the And one more thing what I felt was like the campaign. What I felt is like not on just on the hospital side, but also the public relations sides. The government is taking too much of initiative. We went to like a exhibition space of Fukushima Environment Center, and there at one side they tried to promote green energy, but other side they saying that it happened. The person who explained me in English, he told it happened. It is he accepted its step post fault and everything. But on the other side, he is telling that we have all the measures to sort this out. And at one point when I was like questioning how they are going to manage the waste and other things, he told it is a government should take a decision on that. So it was like he was also helpless, but that's a lot of school children are being brought there, and it's being like telling the generation that see everything is fine and we have every mechanisms to do it rightly. そうですね。病院もそうなんですけれども、そういうことはいろいろね政府がやってると思うんですが、PR その宣伝も政府はちょっとやりすぎてると思うんですけれども、福島環境センターに行ってきまして、そこはやっぱり英語でね説明を受けて。その説明された方は、もちろんグリーンエネルギー、福島県はこれからグリーンエネルギーですってこう言ってたんですけど、でもそれと同時に、事故がありまして、でもそれは対応できますからっていうようなことを言って、でその後でもその廃棄物はどうするんですかとか聞いても、それはね政府がこれから決めますからってとか、なんかすごい矛盾してるような気もしたんですけれども、でもそこにやっぱり子供
学生とかも活かせるんですからね。そういうところはやっぱちょっとこうプロパガンダ的になってるんじゃないかなという気がしました。ので、今回の集いとしてはまとめていきたいんですけれども、今回ですね、日印原子力協定の締結発効ということで、その後の運動をどうするかという議論の中でさまざま経緯がありまして、ステファン氏に来日をいただいたということになっております。で、福島等ですね、東京での国際シンポジウムに出席したほか、福島等の取材もされたということで、その一連の成果を報告いただいたんですけれども、今回はですね、そういう形で、インドの、我々としてはインドの運動実情とかですね、いろんなことを、ステファンさんの写真を通じてですね、改めていろいろと確認をするところがありましたし、ステファンさんの方は福島の現実とか日本の運動の状況をですね、いろいろつぶさに見てですね、あちらの方でまた活動に生かしていくということで、今回の来日についてはそれさまざま直接の成果があったと思います。さらにですね、今回シンポジウムの方にですね、彼の所属しているインドの反核運動、全国運動の方からですね、メッセージもいただきましてですね、そういう運動同士のつながりということもですね、彼を通じてパイプができたということでですね、今後、彼を通じていろんな形でインドの運動との連携を深めていく端緒は作られただろうというふうに思っております。ちょっと今後ですね、どういう形で、日程的にどうというのはですね、まだ我々も議論している最中ですので、ちょっと具体的な提供できないんですけれども、一つはこの間国会承認反対キャンペーンということで、多数の団体、担保者であるとか、市役所情報室の方に来ていただいてますけれども、共にですね、やってきた、諸団体ですね、少し、やり方を変えて、構造的なですね、ネットワークを作ろうという話も出てきております。そういうものとですね、彼を通じて窓口になっていただいて、インドの運動との連携を深めていければというのが一つ一般的な方向としては出ております。で、今後ですね、安倍首相が9月に訪印すると、インドに行くという話もありまして、そこで、首相であればね。あればね、そう。誰が首相かは分からないですけど、首相がいると。で、新幹線の起工式にも参加すると言われてまして、インドの原発輸出についてもですね、その場で議論になる可能性もあるという報道がなされています。そこに合わせてですね、何らかの取り組みを今後我々として取っていきたいなというふうに思っておりまして、今議論をしておるところです。コアネット単体としてはですね、例えばそのステファンさんの写真等を使っての写真展であるとかですね、いろんな形でこの問題を広めてですね、インドへの原発輸出あるいは原子力技術協力をさせないということで取り組みを続けていきたいと思っておりますので、ぜひ今後ともご協力、連携をお願いしたいと思います。ということで、今回のステファンさんとの交流会は締めていきたいと思います。どうもありがとうございます。Thanks a lot for Zeniko, Professor Uplan, Emmanuel, Jonasan, Kate, Rohit, and to all the friends and people of Japan. Thanks a lot and thanks for your support. Thank you.